サルどうも。今回はみんな大好きとんかつです。ちょっとこだわった火入れの解説をしたいと思います。はい、それじゃあとんかつ早速やっていきたいと思います。今回も普通によくやるようなとんかつの揚げ方と、あとはちょっと火入れにこだわったとんかつっていうこの2つでやっていきたいと思います。とんかつはね、ロース肉とか使うことが多いかもしれないですね。今回はヒレ肉を使います。これはどっちでもいいです。ロースでも同じようなやり方が多分できると思うんで。まずヒレ肉なんで筋がこう分厚い部分とかあるんですよ。こういうところ、ここは少し外しておきます。ね、見てくださってる人も結構ね分かれるんじゃないですか。ヒレ派かロース派かね。カットの方法は何でもいいと思うんですけど、あんまり小さいとすぐ火入っちゃいますし、肉汁とかがね外に逃げやすくなっちゃう気がするんですよね。なんで、少し大きめにして、火入れをしやすいようにワンカットで180から200ぐらい取りたいんで、大体これだと3カットぐらいですかね。スーパーに売ってるロースとかだと、ちょっと厚切りロースとかだともうそれはねそのまま揚げちゃえばいいと思いますし、状況によってここは変わります。衣をつけていくパーツは普通のものだと思います。小麦粉、全卵、あとパン粉。やっぱりこう肉をパン粉が覆いきれてない部分もねどうしてもあるんですよね。今からね揚げる方のお肉は冷蔵庫から出して、特に常温にも戻してないで冷たい状態ですね。じゃあそれじゃあ揚げていきましょうか。このままもう火を入れていくんで、一旦5分で様子見ます。よし、8分経ちました。もうさすがにね火入ってるでしょう。特にね休ませてもいないから熱々っすね。こういう感じ。結構肉汁出んだ。揚げる前に塩してなかったんで、ちょっと塩します。お好みで胡椒。普通にうまい。文句なくうまいです。ただまあちょっとやっぱパサついてる感じは否めないですね。しっとりっていうのはもうとっくに通り過ぎてる感じはする。まあね、それがいいとか悪いとかいう話でもないんですけどね。よし、じゃあ、ちょっと火入れと下処理ですねにこだわったとんかつ作っていきます。こういった肉の場合は、見てもらって分かりますかね。ちょっと高さ違うんですよね、こっちからこっちにかけて。こっちがこう高さがね低いですから、少し合わせてあげる必要がありますね。そしたらまず全体に塩、さっきねカットしてこうちょっと高さ調整したところが火入れたらすぐこう反り返っちゃうから、ラップでしっかりと絞ります。塩をついでにこれでなじませておくんで、15分ぐらい常温で置いてきますね。フィレ肉なんかね特にそうなんですけど、同じ厚さでずっとこう切り分けられるわけじゃないんですよね。牛ヒレ肉とかね、右端から左端全然高さ違うとかね、真ん中が一番分厚くなってたりするんですけど、そんなのもあるから必ずこうしなきゃいけないっていうわけではないとは思うんですけど、人によってはやっぱ自然体の形で火を入れたいっていう人もいますし、それは本当にもう何百回、肉を焼いて、果たしてね自分にとってどれがいいのかっていう風な選択をできるようにしておくと便利っちゃ便利ですね。なので僕も別に毎回こういう風にするわけじゃないですし、何も考えずもう常にこれっていうわけじゃないんで、またテクニックというかそういうのは必要になりますけどね。衣つけていくのは基本同じですね。パン粉はちょっとさっきより細かくしてます。細かい状態でそもそも売ってるやつでもいいですし、粗ければ袋とかに入れて
こうね綿棒でゴリゴリやれば細かくなるんで、やっぱ隙間が埋めれるんですよね、肉の。普通のパン粉だとやっぱ粗いんで肉にダイレクトに油が入り込んじゃうみたいな、そういうのをね避けたくて細かくしますね。卵の方にも少しだけ塩、豚肉に塩をして、でこう小麦粉卵ってやってる時に卵は塩してないんで、その分ねやっぱちょっと薄まっちゃいますから、少しだけ塩します。ちょっとやっぱ塩した分ね少しだけ水分が出てるんで、紙とかでこうやってね水滴を拭ってあげた方が丁寧ですね。事前にもう黒胡椒全体にしておきます。後から打ってもいいんですけどね、ほら衣でねまとっちゃうじゃないですか。小麦粉とかはしっかりとねはたいて落とした方がいいですね。卵もねまんべんなくくぐらせて、でこっちに入れるんですけど、この時はあんまりねこう卵ついてるんで手で直接触んない方がいいですね。そう、仕事としてはもう卵触った左手っていうのはこれに直接触れないで、ボウルをこうパスタ和えるような感じで、これぐらい分厚いお肉、もう高さとしては3センチ以上なんで、そういう場合は僕は衣は2度漬けします。さっきも卵触った方の左手で、ここは湿った方の手でパン粉まで触っちゃうとダマになりやすいんですよね。こういうような感じでしっかりとパン粉を押し付けます。もうねある程度全体にパン粉が行き渡ったら、こっちの手で触ってもサラサラの状態なんで、こういう感じでパン粉が細かいと肉をまんべんなく覆ってくれますね、隙間なく。パン粉を2度漬けした理由はやっぱこれぐらいの厚さのお肉になってくると、やっぱ火入れると肉汁がこう出てくるじゃないですか。それをパン粉が吸うんですけど、1回だとパン粉もねかなりこうしなっていう感じになっちゃうと思うんですけど、2回これをつけておくことで最初につけた方の層が、肉汁をうまいこと吸ってくれて、最後2回目につけた方はしっかりとこうガリッとしたような食感になると僕は思ってやってます。温度は160度にしてます。180でもいいんですけどね、ちょっと高すぎるかなと思ってるんで。なるべく小刻みに入れますね。あんまり長い時間油にずっと入れておかない。1分半経ったら一旦引き上げる予定です。アルミホイル、これをかぶせてだいたいそうですね3分ぐらい肉を休ませます。30秒ずつ次からは入れていきます。1回で引き上げて様子見て、でもし必要だったらもう1回30秒入れてっていうのを繰り返していきます。なんでこんなに小刻みに刻むかっていうと、やっぱ一気に長時間最初やってたような、揚げ方だとお肉にね負荷がかかりすぎちゃうんですよね。熱がこう伝わりすぎて、ここからは170度に10度ぐらい上げましたね。これでまた2分ぐらい引き上げてから肉をちょっと落ち着かせます。さすがにまだ入ってないと思いますけど、ただ常温に戻してる時間がねやっぱ長いとねあんまりねこう油断ならないんですよね。割といいぞ。多分もうあと1回最後30秒ぐらい、揚げたら多分いい感じに上がりますね。最後は200度に上げてちょっとカリッと香ばしく仕上げます。はい、ちょっと引き上げます。かなりねいい感じに外側はガリッとなってますね。だいぶいい感じに入ってる。あとはだいたい5分ぐらいですかね。ちょっとこのまま休ませます。こういう時ですね、やっぱ衣1回つけただけだとやっぱ肉汁がね周りにこう巡って外側がねちょっとやっぱしんなりしちゃうというか、これはねアルミホイルかぶしてないんですけど、これもちょっと感覚なんですけど、これぐらいちょっともうしっかり火入り始めてるとアルミホイルかぶせると火がね、余計に回っちゃうかなと思うんで今回はかぶしてないです。カットしていきます。カットの仕方でも結構こう印象って変わるんで、プレゼンテーションですよね。こっちでカットした方が肉の断面が大きく見えてちょっとリッチ感が出たりとかする場合があります。だから必ずじゃないんですよ、これ必ずじゃ。
いいっすね。これはいいぞ。ツヤがいいっすね。すごいいい感じのロゼ色。おお、やっぱいいね。うまし。とんかつソースなしで楽しめる。噛むとやっぱ口の中で肉汁がこうジュッと溢れてくるような感じがすごいいいですね。柔らか。これいくらでもいけんな。これを知ってしまうとね、やっぱりこの味で食べたくなっちゃうよね。というわけでとんかつの焼き比べ動画でした。いかがでしたかね。ちょっとした火入れのテクニックと気遣いでいつもの馴染みのあるとんかつとはまた違った味わいを楽しめるんじゃないかと思います。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。